今日も一日お疲れ様でした。いつも聞いてくださっている皆様も、はじめましての方も、少しでもお休みのお手伝いができれば幸いです。それでは今夜も、おやすみなさい。足。2匹の馬が窓のところで、ぐーるぐーると昼寝をしていました。すると、涼しい風が出てきたので、一匹がくしゃみをして目を覚ましました。ところが、後足が一本しびれていたので、よろよろとよろけてしまいました。おやおや、その足に力を入れようとしてもさっぱり入りません。そこで友達の馬を揺り起こしました。大変だ、後足を一本誰かに盗まれてしまった。だってちゃんとついてるじゃないか。いや、これは違う。誰かの足だ。どうして僕の思うままに歩かないもの。ちょっとこの足を蹴飛ばしてくれ。そこで友達の馬は蹄でその足をポーンと蹴飛ばしました。やっぱりこれは僕のじゃない。痛くないもの。僕の足なら痛いはずだ。よし、早く盗まれた足を見つけてこよう。そこでその馬はよろよろと歩いて行きました。やあ、椅子がある。椅子が僕の足を盗んだのかもしれない。よし、蹴飛ばしてやろう。僕の足なら痛いはずだ。馬は片足で椅子の足を蹴飛ばしました。椅子は痛いとも何とも言わないで壊れてしまいました。馬はテーブルの足やベッドの足をポンポン蹴って回りました。けれど、どれも痛いと言わなくて壊れてしまいました。いくら探しても盗まれた足はありません。ひょっとしたらあいつが取ったのかもしれない。と馬は思いました。そこで馬は友達の馬のところへ帰ってきました。そして隙を見て友達の後足をポーンと蹴飛ばしました。すると友達は、痛いと叫んで飛び上がりました。そーら見ろ、それが僕の足だ。君だろう、盗んだのは。このトンマメが。友達の馬は力いっぱい蹴返しました。しびれがもう治っていたので、その馬も、痛いと飛び上がりました。そしてやっとのことで、自分の足は盗まれたのではなく、しびれていたのだとわかりました。おしまい。子供の好きな神様。子供の好きな小さい神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり、笛を吹いたりして、小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて、
好きな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の朝、子供たちは真っ白な野っ原で遊んでいました。すると一人の子供が、雪の上に顔を移そうよ、と言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に移ったのでした。1、2、3、4。一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう。14ありました。子供は13人しかいないのに、顔の跡が14あるわけがありません。きっといつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。そして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に移したのに違いありません。いたずら好きの子供たちは顔を見合わせながら目と目で神様を捕まえようよと相談しました。兵隊ごっこしよう。しようよ、しようよ。そうして一番強い子が大将になり、あとの12人が兵隊になって一列に並びました。気をつけ、番号と大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時、誰の姿も見えないのに、12番目の子供の次で、13といったものがありました。玉を転がすような良い声でした。その声を聞くと子供たちは、それ、そこだ、神様を捕まえろと言って12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。いたずらな子供のことだからどんな目に遭うか知れません。一人の背高のっぽの子供の股の下をくぐって神様は森へ逃げ帰りました。けれどあまり慌てたので靴を片方落としてきてしまいました。子供たちは雪の上からまだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さな靴を履いてたんだねと言ってみんなで笑いました。そのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから子供たちが森へ遊びに行くと森の奥からおーい、おーいと呼びかけたりします。
おしまい。ガチョウの誕生日。あるお百姓家の裏庭に、アヒルやガチョウやモルモットやウサギやイタチなどが住んでおりました。さて、ある日のこと、ガチョウの誕生日ということで、みんなはガチョウのところへごちそうに招かれていきました。これでイタチさえ呼んでくれば、みんなお客が揃うわけですが、さて、イタチはどうしましょう。みんなはイタチは決して悪者ではないことを知っておりました。けれどイタチにはたった一つ良くない癖がありました。それは大勢の前では言うことができないような癖でありました。何かと申しますと、他でもありません。大きな激しいおならをすることであります。しかし、イタチだけを呼ばないと、イタチはきっと怒るに違いありません。そこでウサギがイタチのところへ使いにやっていきました。今日はガチョウさんの誕生日ですから、お出かけください。あ、そうですか。ところでイタチさん、一つお願いがあるのですが。何ですか？すみませんが、今日だけはおならをしないでください。イタチは恥ずかしくて顔を真っ赤にしました。そして、決してしません。と答えました。そこでイタチはやっていきました。いろいろなごちそうが出ました。おからや人参のしっぽやウリの皮やお雑炊や、みんなはたらふく食べました。イタチもごちそうになりました。みんなはいい具合だと思っていました。イタチがおならをしなかったからであります。しかし、とうとう大変なことが起こりました。イタチが突然ひっくり返って気絶してしまったのです。さあ大変。早速モルモットのお医者がイタチのポンポコに膨れたお腹を診察しました。皆さん、モルモットは心配そうにしているみんなの顔を見回して言いました。これはイタチさんがおならをしたいのをあまり我慢していたので、こんなことになったのです。これを直すには、イタチさんに思いっきりおならをさせるより仕方はありません。やれやれ、みんなのものはため息をして顔を見合わせました。そしてやっぱり、イタチは呼ぶんじゃなかったと思いました。おしまい。足。2匹の馬が窓のところでぐーるぐーると昼寝をしていました。すると涼しい風が出てきたので、1匹がくしゃみをして目を覚ましました。ところが後足が1本しびれていたので、よろよろとよろけてしまいました。おやおや、
その足に力を入れようとしても、さっぱり入りません。そこで友達の馬を揺り起こしました。大変だ。後足を一本誰かに盗まれてしまった。だって、ちゃんとついてるじゃないか。いや、これは違う。誰かの足だ。どうして？僕の思うままに歩かないもの。ちょっと、この足を蹴飛ばしてくれ。そこで、友達の馬は、ひずめでその足をポーンと蹴飛ばしました。やっぱり、これは僕のじゃない、痛くないもの。僕の足なら痛いはずだ。よし、早く盗まれた足を見つけてこよう。そこでその馬はよろよろと歩いて行きました。やあ、椅子がある。椅子が僕の足を盗んだのかもしれない。よし、蹴飛ばしてやろう。僕の足なら痛いはずだ。馬は片足で椅子の足を蹴飛ばしました。椅子は痛いとも何とも言わないで、壊れてしまいました。馬はテーブルの足やベッドの足をポンポン蹴って回りました。けれど、どれも痛いと言わなくて、壊れてしまいました。いくら探しても盗まれた足はありません。ひょっとしたらあいつが取ったのかもしれない。と、馬は思いました。そこで馬は友達の馬のところへ帰ってきました。そして隙を見て友達の後足をポーンと蹴飛ばしました。すると友達は、痛いと叫んで飛び上がりました。そーら見ろ、それが僕の足だ。君だろう、盗んだのは。このトンマメが。友達の馬は力いっぱい蹴返しました。しびれがもう治っていたので、その馬も、痛いと飛び上がりました。そしてやっとのことで、自分の足は盗まれたのではなく、しびれていたのだとわかりました。おしまい。子供の好きな神様。子供の好きな小さい神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり、笛を吹いたりして、小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて、好きな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の朝、子供たちは真っ白な野っ原で遊んでいました。すると一人の子供が、雪の上に顔を移そうよ、と言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に移ったのでした。1、2、
2、3、4。一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう。14ありました。子供は13人しかいないのに、顔の跡が14あるわけがありません。きっと、いつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。そして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に移したのに違いありません。いたずら好きの子供たちは顔を見合わせながら、目と目で神様を捕まえようよ、と相談しました。兵隊ごっこしよう。しようよ、しようよ。そうして一番強い子が大将になり、あとの12人が兵隊になって一列に並びました。気をつけ、番号と大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時、誰の姿も見えないのに、12番目の子供の次で、13といったものがありました。玉を転がすような良い声でした。その声を聞くと子供たちは、それ、そこだ、神様を捕まえろと言って、12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。いたずらな子供のことだから、どんな目に遭うか知れません。一人のセイタカノッポの子供の股の下をくぐって、神様は森へ逃げ帰りました。けれど、あまり慌てたので、靴を片方落としてきてしまいました。子供たちは雪の上から、まだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さな靴を履いてたんだね。と言って、みんなで笑いました。そのことがあってから、神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから、子供たちが森へ遊びに行くと、森の奥から、おーい、おーい、と呼びかけたりします。おしまい。ガチョウの誕生日。あるお百姓家の裏庭に、アヒルやガチョウやモルモットやウサギやイタチなどが住んでおりました。さて、ある日のこと。ガチョウの誕生日ということで、みんなはガチョウのところへごちそうに招かれていきました。これでイタチさえ呼んでくれば、みんなお客が揃うわけですが、さて、イタチはどうしましょう。みんなはイタチは決して悪者ではないことを知っておりました。けれどイタチにはたった一つ
良くない癖がありました。それは大勢の前では言うことができないような癖でありました。何かと申しますと、他でもありません。大きな激しいおならをすることであります。しかし、イタチだけを呼ばないと、イタチはきっと怒るに違いありません。そこでウサギがイタチのところへ使いにやっていきました。今日は課長さんの誕生日ですから、お出かけください。あ、そうですか。ところでイタチさん、一つお願いがあるのですが。何ですか？すみませんが、今日だけはおならをしないでください。イタチは恥ずかしくて顔を真っ赤にしました。そして、決してしません。と答えました。そこでイタチはやっていきました。いろいろなごちそうが出ました。おからや人参のしっぽやウリの皮やお雑炊や、みんなはたらふく食べました。イタチもごちそうになりました。みんなはいい具合だと思っていました。イタチがおならをしなかったからであります。しかし、とうとう大変なことが起こりました。イタチが突然、ひっくり返って気絶してしまったのです。さあ大変。早速モルモットのお医者がイタチのポンポコに膨れたお腹を診察しました。皆さん、モルモットは心配そうにしているみんなの顔を見回して言いました。これはイタチさんがおならをしたいのをあまり我慢していたので、こんなことになったのです。これを直すには、イタチさんに思いっきりおならをさせるより、仕方はありません。やれやれ、みんなのものはため息をして顔を見合わせました。そしてやっぱり、イタチは呼ぶんじゃなかったと思いました。おしまい。